お客様のためになろうとかもう全然考えてなかったですね。当時勝ち負けで仕事してたっていう。皆さんこんにちは。沼チャンネルの沼です。今回の動画のご視聴ありがとうございます。今回は私のアパレル経験の失敗談、過去10年以上やってきましたけど、その失敗談を赤裸々にお話ししていきたいと思います。いやもうたくさん失敗はしてきました。で、なんでそんなお話するのかっていうと、これからアパレルを始めようとする方に対して私の失敗を話すことで、そういうことやると失敗しちゃうんだっていう気づきになっていただけると本当嬉しいなっていうのと、今アパレルやって悩んでる方と一緒にアルバイトの時、社員の時、店長の時、エリアマネージャーの時と数々の失敗があったので、それをお話しすることでどこかしら何か共感してまたちょっと一緒に頑張っていこうって思っていただけると嬉しいなっていう思いがあったので、赤裸々に失敗談をお話していきたいと思います。まず、アパレル始めて1年目、アルバイトの時ですね。その時に失敗もめっちゃしてました。代表格がパンツの裾上げ直し。ミスりました、めっちゃ。ブランドによっては裾直しの対応したりするんですけど、お客様のご用は股下65センチだったんですけど、自分55センチで切っちゃったんですよね。怒りますよね。もう大クレームでしたね。俺は七分で履くつもりねえぞってことで、ガツッと翌日おっしゃっていただいて、本当に深くお詫びをした思い出が今でも忘れられません。単純に伝票の書き間違いだったんですけどね。6と5間違って書いちゃって、本当そういうミス、本当にしてました。皆さん気をつけてください。で、もう一つは、めちゃくちゃダサかったです。1年目。なんでかっていうと、ブランドのイメージ、コンセプトみたいなのがお洋服にあるんですけど、そういうのを全然理解せずに服着てたんですよね。一応、ブランドの服は着てたんですよ。売ってるものはちゃんと着てたんですけど、胸元の間タンクトップにシャツ羽織っちゃうみたいな、チャラかったんですよね。それがお店がこうやって着たいってイメージと全然合ってなくて、もう今でもゾッとするぐらい、もうサブみたいな、すんごいダサかったですね。1年目そんな感じです。で、2年目はリーダーになりました。社員にならせていただいて、社員登用させていただいて、自分、メンズリーダーをやらせてもらってたんですよね。セクションのリーダーですよね。その時に、女性リーダーとめっちゃバトってましたね。やっちゃってました。同じ店なのになんかライバル同士みたいな、内部紛争みたいなの起きてて、嫌ないじめっぽいこととか全然ないですよ。その派閥ができるとかじゃなくて、単純にライバル視しちゃってて、全然ダメですよね。お客様のためになろうとか、もう全然考えてなかったですね、当時。レディースに負けんな、みたいな。レディースに勝つぞ、みたいな。勝ち負けで仕事してたっていう、これやっちゃダメですね。思いっきりやってました。これ失敗なんです。もう一つは、服をめっちゃ買いました。買うことはいいじゃないですか。気づいたんですよね。ブランドコンセプトとか大事じゃんみたいなの気づいて、とにかく買いまくってたんですけど、家帰って袋開けたら、これ着なくねみたいな。もうそんなのばっかでしたね。お給料入って25日とかに支給された後に、服買いまくって、そのうちの10分の1ぐらいしかちゃんと着るもんないみたいな。そういうの繰り返してましたね。買えばいいってことじゃないっていうことを1年ぐらいやって気づきましたね。失敗しました。続いて3年目。3年目店長になれたんですよ。もう念願の店長になりたくてアパレル始めたようなもんなんで、調子に乗ってましたね。とにかく調子に乗ってました。何やってたかっていうと、何かと俺についてこいみたいな。合言葉。人と人が悩んで、人間関係とかみんなちゃんと悩んでるのに、店長なんかアドバイスください。俺についてこいみたいな。店が汚いです。俺についてこい。売り上げがちょっと俺についてこい。でもずっと全部俺についてこいなんですよね。それじゃやっぱダメっすよね。もうやっぱ何人も辞めちゃう方いました。それしか言えなかったんですよ。勢いとかノリでしかやっぱやってこなかった自分がいたんで、店長になってもやっぱその様ですよね。それでもうなんとか俺についてこいでやりきった1年間っていう時期でした。続いて4年目。4年目はでっかいお店の店長任せていただいたんですよね。俺についてこうやろうにチャンスをやるってこと。もう自分にとっては20代最大の大チャンスだ。来たと。死に物狂いでやりましたね。もうとにかくやってやんだと。俺についてこいが増しちゃいましたよね。さらに拍車をかけて、とにかく酒飲んでました。なんでかっていうと、忙しくて仕事頑張りたかったんで、終電まで仕事するか、定時に上がっても終電まで飲みに行くか、仕事するか飲むかずっと毎日終電だったんですよ。とにかく勢いが止まるのがすごい怖かったんですよね。今だみたいな。せっかく大きいお店をお任せいただいて、このまま立ち止まることは絶対許されない自分の中でっていうので、すんげえやってて、で、その立ち止まらせないためには酒だみたいな。もう間違ってますよね。みんなも面白いなみたいな感じで乗っかってきてくれましたけど、でっかい店の割に戦略とか中身全然なかったですからね。もう勢いとかノリで、とにかく相変わらずやりきってましたね。それが4年目です。5年目。
5年目でエリアマネージャーにさせていただいたんですよね。自分もすごい興味あったんでめっちゃ嬉しくて、よしまたやってやんぞってことでやりだしたんですけども、スタートラインからいきなりずっこけて、調子に乗ってたとか、自信はあったんですけど、うまく頑張ってこうっていう気持ちはあったんですよ。全然でもできなくて、なんでかっていうと、礼儀がやっぱり全然足りてなかったんですよね。自分まだまだ25、6の若いやつで、一緒に働く店長さんは30代ぐらいの方とかもいっぱいいて、そういう方たちと一緒にやっていくのに、もうちょっと年上への配慮とか、尊敬する考えとか、そういうのがね、うまく表現できてなかったんですよ。頭で思ってたけど、顔とか表情では全然それが伝わってなくて、そんな人にはついていきたくないなと思いますよね。批判もあっただろうし、そういう思いで1年目は本当にやっちゃったなっていう、大事な仕事なのにみんなにとってポジティブになれる働きかけが全然できてなかったなっていうのが、エリアマネージャー初めての1年目でした。6年目もエリアマネージャーをやってました。で、ここでようやく少しだけ大事にしなきゃいけないことに気づき出すんですよね。丸5年やって6年目でようやくですよ。ほんと散々失敗してきて。で、それが勢いだけじゃやっぱダメってこと。店長とかエリアマネージャーとか人を巻き込んでやる仕事だったらしっかり中身を持たないとダメってことにようやく気づいたんですよ。もう一つが礼儀。人様を雑にしない。尊敬の念をちゃんと伝えるってとこに気づいたんですよね。最後に人の話をよく聞くこと。もちろん聞いてたんですけど、よく聞く。どういう思いでそういうことを言ってきてくれたのかとか、そういうのをちゃんと汲み取ることが大事なんだなってのについに気づいたんですよ。それが6年目でした。7年目以降はがっつり何か手応えのあることを掴み出しました。7年目から今に至るまでは大きくマインド的には変わってないです。失敗はちっちゃいことありましたけども、大事な部分っていうのはしっかり掴めた感触があったんですよね。それがやはり仲間を信じること。どんなに時間がかかってもいいから、とにかくこっちからは信じ続けること。あとは服は楽しく着なきゃいけないと。着らされ感とか売らなきゃいけないものを頑張って着ようとかじゃなくて、自分のブランドの中でもなんか似合う色とか同じコートでも自分が似合う雰囲気とかあると思うんで、そういうのを見つけて楽しんで着ることがやっぱり大事だよねっていうのにちゃんと気づきました。どんな立場に立っても店頭が一番面白いっていうこと。バイトの時社員になって店長やってエリアマネージャーやってことですけど、ずっと変わんなかったんですよ。その時間が一番貴重で一番楽しかったんですよ。なのでこの店頭面白い、接客面白いって思いを後輩たちに伝えよう、しっかり伝えるんだって思いが7年目でようやく核として芽生えた部分です。なので丸6年やって7年目以降ですね、アパレルのマネジメント、接客だったり面白みっていうところがあるんだってのにちゃんと気づけたのは、それまではもうめっちゃ失敗の連続、たくさん大きい失敗してきたんですよね。失敗は成功のもとって話とかありますけども、そんなちょっと自分にとっては綺麗なお話じゃなくて、失敗してきたからこそ今があるっていうのは間違いないというか、失敗すると人の痛みってわかるじゃないですか。失敗した時のその人の痛み、やっぱりいろんな人と接してきて同じ失敗をしてる方を目の当たりにしてきたんですよね。なんでその後家帰って悩むんだろうとか、絶対彼女に話すよなとか、そういうことを自分とすごい連想するんですよね。そういう人たちとやっぱり接していくと、自分が失敗したことっていうのは良くないことだったけど価値はあるかなっていうとこは思いますね。それを踏まえて次に生かすことができるんで、私の失敗なんかたかが知れてて、みんなも本当苦労しながら、今でも悩みながらお仕事とかプライベートも悩みながらやっているんだと思うんですけれども、こんなやつもいるよってことで失敗してきた自分もいたりするので、この場を通じて IMI コミュニティ一緒に気持ちの共有とかをしていけたら嬉しいなと思ってますので、今日は失敗談お話しさせていただきました。少しでも1個でも参考にしていただけたら本当に嬉しい思いで動画撮影しておりますので、最後までご視聴本当にありがとうございます。これからもアパレル販売員の方を中心に少しでも役に立つ情報を発信していこうと思っておりますので、引き続き沼チャンネルをよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。沼チャンネルの沼でした。ありがとうございます。